もし深夜の街で不良集団に囲まれてしまったら。2006年5月21日、中国北京市泉武区深夜、人気のない路地で4人の少年少女が1人の女性を取り囲んでいました。お願い、もうやめて。その顔に血をにじませ、全身あざだらけの状態で助けを求めるその女性はディン・シャオエン。この近くで暮らしているシャオエンは会社の飲み会に出かけていた夫を迎えに街へ出たところ、不良グループと肩がぶつかり絡まれてしまったんです。以降もう何時間も続いていた少年少女による暴行。シャオエンは必死に許しを請いますが、彼女が声を上げるたびに少年たちは大笑いし、暴行は激しさを増していきました。そしてある時、地面に横たわるシャオエンの下半身を見下ろしながら、少年のうちの一人が言ったんです。なあ、こいつの大事なとこあぶったらどうなるかな。深夜の路上で女性に殴る蹴るの暴行を加え殺害してしまった少年少女。助けを求める女性を嘲笑い暴行を続けた彼らの背景とは。似た者同士の4人には良識を学ぶ機会が与えられていなかったんです。おさすけんちゃんです。いやー、みやみこさん。というわけでね、やみこさんね、本当に昨日までね、僕、はい新シャバプレオープンだったんですけど、はいはいはもうありがたいこと4日間ね、ちょっと招待制で、もう全部満席で、いはい。ちょっといろいろね、シャンパンとかも開いて、もううん。2日酔いというかもう4日間やってるからもう6日酔いぐらいだわ。お客さんに開けてもらったら飲まなきゃいけないからね、それはもちろん。そうだからありがたいけどね、何時に寝てんのよ、最近は。最近は5時に家着いて6時ぐらい寝てるね。寝れてんのあんた。いや寝れてるんですけど、うん実際のお店でさこう人と会えるっていうのはすごい楽しいし、うん飲むともっと飲みたくなっちゃうんですよ。だまあ久々だからなおさらね。ね。普段さ飲まないじゃん。うん。僕とやみこさんってご飯は行ってもなんか別に2人で飲むとかはうんあんまないぐらい、なんかそんな別に酒してないから、いや、初めて聞いたよ、酒してないって。何それ。いきなり飲むと体がびっくりするの。大学生の時はさめっちゃ飲んでたけどね。はいはい。でも楽しくなるわよね、もちろんね。そうそうそう。まず酒を飲むわ、うん寝るの遅くなるわ、うんまあでも楽しいわ、興奮するわ、でも体は疲れてるわよ、きっと。そうだよね。うんだからちょっとね、今日の撮影終わったらね、しっかりマッサージで整えてこようかなと思ってます。寝なさい。今回は中国で起きた少年少女による殺人事件をご紹介します。深夜の街を徘徊していた彼らは、偶然出会った女性に暴行を加え殺害してしまうんですが、その内容があまりにもひどいものだったんです。それは何？その不良少年の悪ふざけがすっごいエスカレートした結果みたいな話？そうなんですけど、今回はね、家庭環境の悪さが、子供に対してね、どう影響していくのかっていう観点でもね、見れる動画となっていますので、皆さんもね、いろんな観点からこの動画を見ていただければと思います。事件の日、早朝の路上で発見された女性の遺体。その体には犯人が人の心を持っているのか疑うほどの傷が残されていたんです。悪魔の爪痕。2006年5月21日、中国北京泉武区南新花街。早朝、町の清掃員は地面に横たわる一人の女性に気がつきました。なんだ、酔っ払いか。清掃員はめんどくさそうにため息をつきながら女性へと歩み寄ります。そして次の瞬間、彼の顔は一気に青ざめました。なぜならその女性が全身血まみれだったから。大丈夫かあんた。清掃員は女性に何度も呼びかけましたが返事はありません。衣服をズタズタに破られ、ほぼ裸の状態で倒れていたその女性の体には数えきれないほどの傷とあざが、顔は原型がわからなくなるほど赤く腫れ上がっていました。そして何より犯人の邪悪さを物語っていたのは、女性の陰部が火で炙られていたこと。女性が壮絶な拷問の末に命を落としたことは誰の目にも明らかだったんです。これ普通に街中の路上の話でしょ？この街どんだけ治安悪いのよ。実はこの近隣では以前にも同じような事件が起こっていて、犯行手口も似ていたことから犯人はすぐに特定されたんです。警察の捜査により遺体で発見された女性は現場付近で暮らしていたディン・シャオエンという36歳の主婦だと判明。シャオエンは前日の夜、会社の飲み会に出席していた夫に迎えに行くとメッセージを送り家を出たようでした。しかし夫はシャオエンと入れ違いで帰宅。酔っ払っていたこともありそのまま眠ってしまったといいます。一方、一人で夜道を歩いていたシャオエンはその道中何者かに襲われてしまったんです。そして警察はすでに犯人に心当たりがあり
りました。南進花街では以前にも高齢の清掃作業員が暴行される事件が起こっていました。手口も非常によく似ており、深夜から早朝にかけての交通量が少ない時間帯に犯行を繰り返している者がいると考えられたんです。警察が現場近くの防犯カメラを調べると、犯人と思われる人物は確かにシャオエンが襲われたとされる時間に路上をうろついていました。こうして遺体発見と同日の夜、現場近くで暮らしていた10代の少年少女4人が逮捕されたんです。この4人はさ、常習的に人を襲ってたってことよね。目的は何なの？そこがね、気になりますよね。警察の取り調べで彼らの驚くべき思考が明らかになるんです。社会からそれた若者たち。逮捕されたのは17歳の双子、兄のミャオダーレイと弟のミャオシャオシー、そして兄弟と恋愛関係にあった少女イェン・リーナーとレイ・ジュユン、合わせて4人でした。遺体発見と同日の5月21日の夜11時、警察は彼らを近隣のインターネットカフェで確保。4人は事件のことなど気にする様子もなく、ゲームを楽しんでいたといいます。さらに取り調べを行うと、少年のうちの一人ダーレイはあっさり罪を認め、当然かのようにこう言ったんです。殺した理由？それは暇だったからだよ。ダーレイは警察に責められても一切反省する素振りを見せず、時折笑みを見せながらこう続けます。苦しむ声を聞くのが最高に楽しいんだよ。ライターで髪を燃やした時なんて悶絶しててさ、マジで興奮した。でもあの女が死ぬとまでは思ってなかったけどね。その後の警察の調査により、高齢の清掃作業員が暴行された件もやはりダーレイたちの仕業だったことが判明。彼らは常習的に暴力の対象を探し歩いており、亡くなったシャオエンを入れてなんと5人もの人が被害に遭っていたことが分かったんです。いや、人が1人亡くなってんのにさ、何も悪くないように思ってんじゃないのよ。どう考えたらさ、暇だったから殺したなんて言葉が吐けるわけ？我々には全く理解できない考え方なんですけど、その思考っていうのは彼らを取り巻く環境によって作られたかもしれないんです。ただ暇だったという理由だけで残酷な殺人に及んだ4人の少年少女。彼らは中国で普及しているメッセンジャーアプリテンセント QQ を通じて知り合った仲でした。4人が意気投合したのは家庭環境が非常によく似ていたため。実は少年少女の4人ともが両親との関係性に問題を抱えていたんです。まず双子の兄弟ダーレイとシャオシーは両親が失業中で生活保護に頼る貧しい暮らしを強いられていました。2人は高校時代に悪い友人の影響を受け学校を中退。心配した父親は2人のために仕事を探したといいますが、ダーレイとシャオシーはいくら焚きつけられても働こうとしませんでした。18歳の少女リーナーもダーレイたちと同じく両親が失業中で家計は困窮。高校卒業後両親から逃げるように北京へやってきたといいます。4人の中で最年少の少女ジュユンは父親とママ母と暮らしていましたが、ママ母との関係がうまくいかず厄介払いされるかのように寄宿学校へ。中学3年の頃に学校を中退し、ダーレイたちが住む北京で遊び歩いていたんです。こうして偶然にも北京に集まった4人はアプリを通じて知り合いつるむように。そして交流を深めるうち、家で同然だった少女2人がダーレイたちの実家へ転がり込むんです。当然ダーレイとシャオシーの父は突然家に住み着いた少女2人を何度も追い出そうとしましたが、彼らは一切聞く耳を持ちませんでした。その暮らしの中でやがて少女たちは2人ともが妊娠。無職の4人が子供を産んで育てていけるわけもなく、ダーレイとシャオシーは両親のお金を盗んで中絶費用を工面したんです。ちょっとやってることが全部めちゃくちゃすぎてさ、いくら家庭環境が劣悪だっつってもここまで非常識なのはありえないわよ。同じ境遇の人間が4人も集まってしまったっていうのもきっかけになっちゃったんじゃないかなと思います。ダーレイたちのような状況は社会的排除とも呼ばれ、似た者同士でコミュニティを形成する傾向があるんです。というわけで本日のメトラキーワード、社会的排除について。社会的排除とは1947年にフランスの社会学者ルネ・ルノワールが提唱した概念。障害や病気、失業、貧困など自分の力だけでは抜け出せない境遇から社会に取り残されている状態を指します。社会的排除の状態にある若者は進学や就労の機会を得ることが難しく、自力でお金を稼げないほか、社会に出られない分人間関係も築きにくいとされます。そうした側面から犯罪行為に走りやすいとされているんです。日本の少年院で
行われた調査でも、少年院にいた約4割が家族が経済的に困っていると答えたとも。社会的排除の状態にあり、社会に出て人間関係を広げられない若者は同じ境遇の者同士で集まりやすいともされています。ダーレイたち4人が集まったことは、彼らの家庭環境を考えれば単なる偶然ではないんです。似た者同士4人が集まったことで非常識な行いに拍車がかかったダーレイたち。深夜の街で偶然彼らと出くわしたシャオエンは、ここから数時間にもわたる悪夢のような拷問を受けるんです。誰にも届かない叫び。2006年5月21日の深夜、南進花街の路地にはダーレイたち4人の姿がありました。その日も少女2人を出て行かせるよう父親から叱責され、疎ましく思って家を出てきたダーレイたち。彼らが父親から逃げる時に向かう場所はいつもインターネットカフェと決まっていましたが、この日4人はネカフェに行けるお金を持っていませんでした。そのため深夜の街をあてもなく歩き回っていたんですが、おい、良さそうなやつがいるぜ。不敵に笑いながらダーレイが指さした先には、夜道を歩く一人の女性が。その女性は飲み会に出かけた夫を迎えに行こうとするシャオエンでした。少年少女4人は顔を見合わせると、シャオエンの方へ歩みを進めていきました。いた！4人のうちの一人、少女リーナーはシャオエンとすれ違いざまにぶつかると大げさに声を上げた。ごめんなさい、大丈夫？慌ててリーナーの方へ向き直ったシャオエン。同時に彼女は自分が置かれている状況を察した。わざとぶつかったの？そう、シャオエンの視線の先では柄の悪い少年少女がニヤニヤと笑いながらこちらを見ていた。おい、どこに目つけてんだ？シャオエンに詰め寄ると彼女の胸ぐらをつかむダーレイ。ごめんなさい、わざとじゃないの。シャオエンは謝罪の言葉を繰り返すが、もはや手遅れだった。シャオエンを取り囲み、殴る蹴るの暴行を始めた4人の少年少女。彼らはシャオエンの衣服を脱がし、木の棒などの武器を持ち出して何度となく彼女を殴った。その最中、シャオエンはあざだらけの顔を涙で濡らしながら必死にこう訴えた。お願い、もうやめて。私にも14歳の子供がいるの。あなたたちも同じくらいでしょ。あなたたちは自分のお母さんにもこんなひどいことができるの？しかしその切実な言葉は少年少女たちに届くことはない。悲痛に助けを求めるシャオエンの姿はむしろ彼らを興奮させるだけだった。なあ、ここ炙ったらどうなると思う？ほぼ裸のシャオエンの下半身を見下ろしながらそう口にしたダーレイ。彼の手にはライターが握られていた。そしてこうして少年少女による数時間の暴行の末、亡くなってしまったシャオエン。深夜で人通りの少ない時間帯を狙った彼らの犯行は誰にも目撃されず、だからこそ最悪の結末を迎えてしまったように思えました。しかし実はそうではないんです。ダーレイたちの数時間に及ぶ暴行には目撃者が多数いました。現場の南進花街は店舗やホテルが立ち並ぶ繁華街で、付近には民家も点在しています。数時間響き続けていたシャオエンの叫び声を近隣住民の多くが耳にしていました。中には現場を車で通り過ぎ直接暴行を目撃した人も。しかし少年たちの集団暴行を知った近隣住民は誰もが関わりたくないと考え、止めようとすることもなければ通報さえしなかったんです。いや、近隣住民もこれ怖かったかもしれないけどさ、通報ぐらいできたんじゃないの？こんなことはね、言いたくないんですけど、結局ね、みんな我が身に起きていない以上は他人事だったみたいなね、そういう感情がこの近隣住民の中にはあったんじゃないかなと思います。ここで気になるのは、未成年のダーレイたちにどのような罰が下されるのか。2007年6月、少年たち4人は故意傷害罪、強盗罪でそれぞれ有罪に。殺人罪が適用されなかったのは、彼らが犯行動機をただ殴って遊びたかった、死ぬとまでは思わなかったと話したため、あくまで暴行が目的で殺意があったとまでは認められないとされた結果でした。4人の判決は懲役9年から17年。極めて残虐性の高い犯行だったにもかかわらず、全員が未成年ということもあり、軽いと言わざるを得ない刑が課されたんです。驚かされるのは、懲役9年の判決を受けた少女ジュユンの父親の発言。なぜこんなに刑が重いんですか？この子はまだ15歳なんですよ。ちょっとこれは父親のこの言葉が物語ってるじゃない。こんな子供育っちゃった原因が。ほんとね、悪ふざけでね、理由もなく人を殺しているにもかかわらず、懲役9年の判決がね、重いって言い出すのは、ほんとそもそも人間性をね、疑いますよ、これ。当然のごとく、遺族はこの判決に猛抗議。控訴審の結果、最終的に主犯のダーレイのみが懲役17年から無期懲役に変更されたんです。一方でその他の少年少女の判決は覆らず、遺族としては全く納得のいかない結果を
もって事件は幕を閉じることに。あの日私がもっと早く飲み会から帰っていれば、そう言って後悔の念を口にした被害者シャオヤンの夫。シャオヤンには息子もいたのですが、事件以来彼は学校の勉強が手につかなくなり、寄宿学校へ送られることになりました。さらに田舎に住むシャオヤンの両親はショックのあまり一夜にして白髪に。遺族の苦しみを思えば、たとえ未成年で明確な殺意がなかったとしても、少年少女たちの判決には疑問を感じずにはいられません。家庭環境に恵まれなかったダーレイたち4人は良識を学べる機会が限られていた部分も確かにあるでしょう。しかしだからといって人を殴ってはいけない、殺してはいけないなどという当たり前のことがわからないはずがないんです。もし大切な人を奪った相手が未成年だったとして、あなたは通常より刑が軽くなることを許せますか？あなたは真面目に仕事をしたにもかかわらず、周囲の人からそれを責められてしまったらどうしますか？ 2020 年5月23日、東京都江東区、午前3時半頃、一人の女性がとあるマンションに向かっていました。電話に出ない。まさか。女性がマンションに向かった理由は、娘の無事を確かめるため。ママ、産んでくれてありがとう。大好き。その言葉を見た女性は万が一に備え、119番に通報。彼女がマンションに到着した時には、先に到着した救急隊員たちが娘の部屋に入ろうとしていました。震える手を握りしめ、娘の無事を祈る女性。しかし、救急隊員が部屋に入った時、彼女の娘はすでに息絶えていたんです。亡くなったのは、女子プロレスラーの木村花さん。彼女は、ある番組での出来事をきっかけに誹謗中傷の的となってしまったんです。毎日のように浴びせられる罵詈雑言に耐えきれなくなった花さんは自ら命を絶ってしまいました。しかし実は彼女がこのような状況に陥るきっかけを作ったのはテレビ局の過剰な演出だったんです。人気恋愛リアリティ番組に出演しただ恋をしたかっただけの女性。激しすぎる誹謗中傷を浴びるきっかけとなったのは一体何だったのか。その裏側にあったのは制作者側の出演者を人と思わないようなやりすぎた演出ややらせだったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。